テスラのロボタクシー、ついに始まりました。一昨日と昨日と歴史的な第一歩として、このサービスのスタートを取り上げました。オースティンでの運用開始、わずか 4.2 ドルという低価格、そしてイーロン・マスクさんの大きなビジョン、まさに夢が現実になった瞬間のように見えました。でも、今日はちょっと違う視点からお話をします。ロボタクシーが実際に走り出したことで見えてきた課題があるんです。そしてそれが思ってた以上に大きいことも分かってきました。おはようございます。ケンです。この動画では今起きているリアルな課題を整理しつつ、テスラがこれからどう乗り越えていくのか、僕自身の期待も込めてしっかりと分析していきたいと思います。最後までご視聴してもらうと、ロボタクシーが今どこまで来ていて、どこに向かっているのかがより立体的に見えてくるはずです。それでは行きましょう。まず最初に実際に起きた出来事、こちらから見ていきたいと思います。テスラのロボタクシーは6月22日からアメリカテキサス州オースティンで有料の試験運用をスタートしました。使用しているのはモデル Y、完全な自動運転ではあるものの、すべての車両にセーフティーモニター、つまり安全監視役の人が全席に同乗しています。そしてその運用初日からネット上には様々なちょっと気になる映像が出回り始めました。例えば、ある車両は左折レーンで進路を迷い、対向車線に入りかけてしまったり、速度制限が30マイルの道路を39マイルで走っていたり、逆走や急ブレーキをかけるシーンなど、見ているこちらがヒヤッとするような場面もあったようです。こうした映像を受けて、アメリカの道路交通安全局 NHTSA も動きました。テスラに対して詳細な情報提供を求め、今も調査が続いています。さらに驚いたのは、テスラがその NHTSA の回答を企業秘密だから非公開にしてほしいと正式に要請していたという事実です。これにより一部ではなぜ隠すのかという声も上がっています。つまり表面的には華やかに見えるスタートでしたが、裏側ではすでに様々な懸念と議論が動き始めているというのが現実です。次はこうした問題がなぜ起きてしまったのでしょうか。一つの理由はテスラのロボタクシーがまだ完全自立ではなく監視付きの運用であるということです。つまり人のサポートがなければ完全には任せられない段階ということになります。もちろん技術的にはかなり進んでいるのは事実です。ただその一方でどんな条件でも安全に動作する。これにはまだ現実的な壁があるということが今回の運用初日で見えてきたとも言えます。さらにもう一つ見逃せないのが透明性の問題です。テスラが NHTSA の回答を企業秘密だから公開しないでくれと求めたことは開発の競争が激しいからこその判断かもしれません。でも乗る側の私たちからすると安全に関する情報はもっとオープンであってほしいと感じますよね。スピードを重視して一歩先に出ることと信頼を得ながら着実に進めること、このバランスをどう取るのかが今のテスラに問われている課題ではないでしょうか。では次は僕自身がテスラファンとしてどう感じたのか、そしてなぜそれでも期待しているのかというところについて僕なりの視点でお話をしていきたいと思います。はい。では、ここまでを見てきて、やっぱりまだ不安だなと感じた方もいるかもしれません。正直僕も今回のロボタクシーは大成功だなと思っていたんですけれども、海外情報を調べると、割と今日取り上げた問題を取り扱っている記事が多かったです。なので今日はあえて影の部分に焦点を当てた内容にしました。でも同時に思ったんです。これは初めの一歩だからこそ、こういう揺らぎや課題が出てくるのは当然だと。テスラっていつもそうなんです。最初から完璧じゃないけど、とにかくまず出す。そして出した後にフィードバックを集めて、どんどん改善していく。イーロン・マスクさんはロケットでも車でもずっとそのスタイルでやってきて、そういった会社がテスラなんです。そしてそれを繰り返すことで信じられないスピードで進化をしてきました。だから今回のロボタクシーもまだ完成形じゃない。でもこの未完成さも含めて
僕はテスラらしいなと感じています。そして何より、イーロン・マスクさんが本気で交通事故をゼロにしたいと言い続けている限り、この挑戦には意味があると僕は信じています。では、ここでもう少し具体的にロボタクシーの運用実態や課題を深掘りしていきます。まず、今回のロボタクシーは完全な無人運転ではありません。すべての車両にセーフティーモニターが同乗し、万が一の時には人が介入できる体制になっています。さらに遠隔オペレーターが常に車両の状態をモニタリングしています。これはつまり、まだ完全な自動運転というにはほど遠い段階だということです。テスラは FST の進化を続けていますが、現時点ではレベル4と呼べる状態ではなく、安全のために人の介入が必要です。次に注目すべきは、テスラの運転判断です。例えば速度制限が30マイルの道を周囲の車の流れに合わせて35マイル以上で走るという判断が今回見られたようです。これある意味では人間らしい判断とも言えるんですけれども、自動運転としてはリスクもありますよね。さらに話題になったのがチップ機能です。ロボタクシーに乗るとチップを渡しますかという画面が表示されるんですが、実はこれ選ぶと冗談だよというメッセージが出てきて、実際にはチップを受け付けない仕組みになっています。これはユーモアがあり、テスラが人件費ゼロでサービスを提供していることを強調する演出でもあります。Uber や Lyft のようなサービスとは違うという差別化のメッセージもあるんですね。こういった細かい設計からも、テスラが単なる自動運転ではなく、全く新しいモビリティの形を作ろうとしているっていうのが伝わってきます。ただし、それが社会が受け入れるには、安心感と透明性が不可欠です。ここが今のテスラにとって最大の課題であり、今後の勝負どころだと思います。では最後に僕がテスラにどんな期待をしているのか、そして視聴者の皆さんに何をお伝えしたいのかお話をして終わりたいと思います。はい。ではここまで見ていただいてわかる通り、テスラのロボタクシーはまだ完璧とは言えない状態です。でも僕はそれでもこの挑戦を応援したいと思っています。なぜなら課題があるからこそ成長の余地があるからです。そしてテスラはこれまで何度もその壁を乗り越えてきました。今回もきっと同じです。逆走や急ブレーキといった問題は今後のアップデートで改善されていくでしょうし、安全性に対する疑問もテスラが正面から向き合えば必ず信頼につながると思います。イーロン・マスクさんが掲げる人間よりも安全な運転を実現するというビジョン、それが現実になるかどうかはこれからの改善と社会との対話にかかっていると思います。だから僕は今この瞬間に起きている小さな問題にも目を向けながら、その先にある大きな可能性を信じて、これからのテスラを引き続き見ていきたいと思っています。そしてこのロボタクシーが世界中で当たり前になる日を心から楽しみにしています。はい。では、ここまでご覧いただきありがとうございます。皆さんは今回のテスラのロボタクシー、どう感じましたか？まだ早すぎるって思った方もいれば、これはすごい進歩だと感じた方もいると思います。どんな意見でも大歓迎ですので、ぜひコメント欄であなたの考えっていうのを聞かせていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日は少し下げて現在342ドルとなっております。というわけで今回はロボタクシーの課題と未来についてお話をしました。本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。最後に少しだけお知らせです。現在僕がご縁をいただいている株式会社 SI ソーラーさんでは、太陽光発電やテスラのパワーウォールなどの設置に関わる工事スタッフを正社員で募集中です。勤務地は東京本社で、年間休日は126日、未経験の方でも OK で、資格取得のサポートもあります。
手に職をつけたい、将来も安定した仕事を探している、そんな方にとってぴったりの環境だと思います。興味のある方は動画の概要欄にある応募フォームから気軽に相談並びにご応募されてください。エネルギーの未来を一緒に支える仲間を心からお待ちしていますと、社長の方からも声をいただいております。社長さんもテスラオーナーです。僕も SI ソーラーさんに家の太陽光とパワーウォールを設置していただきましたが、その時に来られたスタッフさんもテスラオーナーさんでした。なので、テスラに興味のある方にとってもぴったりな職場だと思います。また、今週末の TOCJ にも SI ソーラーさんはブースを出されるみたいです。興味のある方はぜひ立ち寄られてみてくださいね。昨日、社長さんとやり取りしましたが、当日は朝の4時から準備に取り掛かるようです。面白い企画、スライドの企画ですね。こちらをされるみたいなので、ぜひ行かれてみてください。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。